ってカキカダの下をさらいをしてますんで、ヒラメが出てきてるんですよね。こう逃げようと思って沖へ出てきてます。で今日はちょっとパクチになるかもしれないんですけど、ヒラメ狙ってみます。大きいのがいてくれればいいですけどね。ちょっとだけ風がありますね。一筋の光照らす、一宮を照らす。嬉しい。これはもがい。こんなんずーっと見て海の中で見たことなかったんですけど、今年多いですね。しかもでかいし。昔は養殖でもがいたくさん取れてたんですけど、今養殖しても育ちません。中によくイナゴが入ってるんですけど、出れなくなって死んでるやついますね。お、この間紹介したやつじゃないですか。ヤドカリが入ってたやつ。これの中入ってるやつを一度食べたんですけど、硬すぎましたっていうやつ。硬すぎて美味しくなかったですっていうやつ。あ、今思い出したけど、夜鳴き貝じゃなかったですかね。確かそうでしょう。夜鳴き貝食べてみましょうか。でかい鳥が出てきました。さっきも1個いたんですよね。春鳥貝、これはすごいですよ。これぐらいのソフトボールぐらいのやつがいますけどね、たまに。あれ何年であれぐらいになるんですかね、この拳の大きさに。小型ですが嬉しい。しかも綺麗ですね。競りではもう見た目でね値段が決まりますんで、肉厚さも大切ですが、綺麗かどうかもだいぶ重要です。よいしょ。からのような夜鳴き貝自体、そもそも21年で2匹しか中身が入ったのを見たことないですよね。中身がいるのがいるとそもそも思ってませんでした。1匹目を見るまでは。これがいつも気になるんですよね。木の皮なんかな。にしてはしょっちゅう見るんですよね、海の中で。木じゃないでしょ。木なんかな。見たことねえ。中身ないですけど見たことねえですね。めっちゃ綺麗。中も綺麗。これ中磨いたら宝石になるじゃないですか。めちゃくちゃ綺麗ですよね。外もでも外磨いたら色取れるでしょうね、これ。
やな。取っとこうかな。家飾ろうかな。磨いてこの辺とか磨いてちゃんと。中身ありの茨城貝出てきましたね。いいとこですけど。乗りますね。でも色いいっすね。持って帰ろうかな今日も。おお、嬉しい。小さいけど嬉しい。やったね。さっきのよりさらに小ぶりで、さっきのほど太ってませんけど十分嬉しいですね。おお、ヒラメかと思ったらナイロン袋。芝エビの方へ。なんかすごいもんが見えたんですけど、気のせいかな。あれ絶対ブロッコリーでしょ。この辺にあったような気が。危ねえ。ブロッコリーじゃなかった。あ、カリフラワー。ヒラメにかかっている。でもなんか向こう側に面白いもんが。この間も当たりましたね。学童メバル。うまそう。メバルの中ではあんまり美味しくないらしいんですけど、メバルというソイですね。こんな二重になったんですね。えらんとこ。こっちトゲじゃし。面白。超珍しいもんが。あとは大量の芝エビですね。ここはヒラメおらず。ちょっと入るんですよ。いたら拾って帰ってね、唐揚げです。もうちょっと大きかったら刺身にするんですけどね。まあでもこれで十分できるかな。もう何と一緒に食べても結局もうイワシがいつでも優勝です。これに勝てるお魚自分の中ではないです。すぐ下におったんかい。これも小さいですけど綺麗なんで全然 OK ですね。まあとにかくいてくれるだけで嬉しいです。今日もヒラメで助かってます。お、すごいツルツル下のおお入ったばっかり。来年再来年取らせてもらいましょう。よいしょ。カモメ来た。やばいか。セーフ。2時半。エビもおらん、ここは。
なんでもこれさえ来てくれれば OK です。やったね。よいしょ、オフですね。やった。よいしょ。嬉しい。今日は何匹目ですかね。わからん。今日わかりません。よいしょ。何枚目か分かりません。ヒラメのおかげで持ってます。あ、やったな、マコ。カキ。もうカキもさらいしてるんで、カキが入りますね。カキいかずの下さらいして、そこから出てきてるんですね、さらいで。ラッキー。やりました。ヒラメ。これもいいミドルサイズ。これもほんとヒラメのおかげで持ってますね。あ、でも最後らへんなんで赤毛た多め。嬉しい。おお、ナマコ嬉しい。こちらにも活鳥のような日々が続いていますが、はい、ヒラメのおかげで持ちこたえております。やりました。ヒラメちゃん。ヒラメちゃんのおかげで助かる。はい。これ。ああ、何それ、珍しい。いっぺん YouTube あげたの。忘れた。食べたっけ？食べた覚えがね。食べたんよ。買って食えれんかったんよ。ああ、そうなんだ。あまりに硬くて。ちょっとなんか食べれる方法を考えて。はい。酢漬けかな。ああ。とにかく硬いけど。柔らかくに薄く。確か夜鳴き貝じゃったと思う。後から調べたら。そうだった。忘れた。貝が。おお、やった。珍しい。映像消えました。なんでかわからん。なんでかわかりません。たまーになります。悔しすぎる。悔しいです。ということで、代替品で来ないでください。今日はこちら。皆さん今日もハードワークお疲れ様です。長風鈴16年。フィーバー釣り。いただきます。もう飲む前から鼻をつくスモーキー。なんだろう、シトラスのような感じ。悪く言うと薬のような感じもしますね。もうあと余韻がすごい長い。なるほど。面白い。前回パエリアの時に刺身の方が美味しいって言った板谷貝刺身にしてみました。いただきます。甘い。そして喉越しがつる。悪く言うとぬる。下手をするとこの喉越しが苦手な人がいるんじゃないかというぐらいちょっとぬめっときますね。うまい。ただこれは前菜なんです。メインはこちら。はい、一旦麺です。視聴者さんからいただきました。名古屋から届きました一旦麺。見たことがありません。天ぷらうどんいきたいと思います。頼島さんの
これなんかひじひじき、頼島さんのいだこ、いいだこ、頼島さんのよしえび、よしえび、頼島さんのたいらぎ、平ぎ貝、頼島さんのわ生か、わかめ、何わかめ？生わかめ、生わかめを添えまして、ゆじゅぽんひじみでいただきたいと思います。よいしょ。一条麺やった。一条麺、これめっちゃ長いんですよね。めちゃくちゃ、どうやって食うねんこれ。いただきます。息継ぎがいいですよ。途中で切れました。でも不思議な麺、視聴者さんから名古屋の視聴者さんからいただいた麺なんですけど、名古屋で有名なんでしょうね。多分岡山のこの視聴者さん、岡山って福山の視聴者さんが多いんですけど、聞いたことあります？一条麺知ってる方いますかね。自分もちょっと初めて聞きましたけど、讃岐うどんとは違ってちょっとツルツルな感じ。コシはもちろん讃岐うどんの方が強いですけど、なんか不思議な食感ですね。いや、美味しいさ。天ぷらいただきます。もちろんいだこ。うまっ。いだこがうまいというか、この衣がうまい。衣とつゆが合いすぎてうまい。岡山の皆さん、一条麺知ってましたか？自分も初めて知りました。今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。天狗石は磨かれてこんなにツルツルになりました。料理動画消えましたけど、めっちゃ綺麗じゃないですかこれ。ハッピー。イージパンは？イージパンどこ行った？